皆さんこんにちは。今日は秋篠宮殿下結婚と婚約は違いますということでお話ししようと思います。秋篠宮殿下は、令和2年11月20日の、記者会見において、次のように述べられたんですよね。私は特に結婚と婚約は違いますから、結婚については本当にしっかりした確固たる意思があれば、それを尊重するべきだと私は思います。これはやはり両性の合意のみに基づくということがある以上、そうでないというふうには私はやはりできないですというふうにね、おっしゃったんですよね。でここに、両性の合意のみに基づくという言葉が出てくるのは憲法24条1項からの引用なんですよね。憲法24条1項は婚姻は両性の合意のみに基づいて成立しうんちゃらこうちゃらっていうふうにね書いてあるんですよね。だからこれは平たく言うと、結婚は男性と女性の合意だけで成立する。つまりその2人以外の人が邪魔をしたり妨げたりすることはできませんよっていう意味なんですよね。で一つ目のポイントとして、秋篠宮殿下はこの憲法24条1項が皇族にも適用されるというね、考えていらっしゃるんですよね。でその上で、眞子内親王殿下の小室圭氏と結婚するという意思を妨げてはいけない、邪魔してはいけないというふうにね、2ポイント目で考えていらっしゃるんですよね。だからそれはつまり、小室圭氏と結婚する意思、気持ちを尊重する、つまり結婚を認めるとなるんですよね。おそらく眞子内親王殿下がこのような風な内容で、秋篠宮殿下に繰り返しね、訴えられたというかね、説得をされたんだと思うんですよね。でそれを受けて、秋篠宮殿下は、憲法に書いてあるなら仕方ないなと思われたんだろうと思うんですよね。そういう渋々認めるみたいな雰囲気がさっき読み上げた部分の最後のあたりに出ているんですよねと思うんですよね。そうでないというふうには私はやはりできないです。そうではないと言いたいけどできないなみたいなね、そんな感じだと思います。でこの、注目の部分ですよね。特に結婚と婚約は違いますからの部分、ここはですねこんなふうな意味だと思うんですよね。憲法24条1項により結婚することは認めるが、結婚と婚約は違うから婚約には憲法24条1項は適用されない。したがって婚約については私から条件をつけたりすることは可能だという意味だろうと思うんですよね。だから平たく言うと言い切ってしまうと婚約は妨げても差し支えないみたいなね、そういう意味だと思うんですよね。これは確かに、結婚とね婚約は別のものですから一見筋が通っているように見えるんですよね。しかし少し考えると、このご発言がさっき言った意味ならば筋が通らない、支離滅裂みたいなね、ご発言になると思うんですよね。なぜなら婚約と結婚は違うんですよね。しかし婚約は結婚の前段階なんですよね。だから結婚について妨げてはならないのなら、その前段階である婚約についても妨げてはならないっていう考えるのが筋の通った考え方なんですよね。なぜなら婚約を妨げられると結婚が妨げられることになるからなんですよね。だからこの考え方でいくと、その秋篠宮殿下は婚約、つまり納采の儀を妨げてはいけないということになるんですよね。だから国民の祝福みたいなね、そういう条件をつけること自体がしてはならないということになると思うんですよね。その筋を通すとですね。しかしではですね、私もこの納采の儀を妨げてはいけないという考えなのかというと、もちろんそうではないんですよね。私は出発点1つ目のポイントといった憲法24条1項が皇族に適用されるというところで考え方がもう違うんですよね。そういう解釈を取らないんですよね。だから私の考えでは憲法24条1項は
皇族には適用されないということになると思うんですよね。でここから皇族の結婚は皇族としての立場にふさわしい範囲内で認められると考えるんですよね。だからもちろん好きな人とね結婚するのがいいんですけど、相手がふさわしくない場合は結婚を認めないという判断を下しても差し支えないという、だから納采の儀を妨げることも問題ないとね思ってるんですよね。なぜなら憲法24条1項が皇族に適用されるなら、憲法第3章のその他の国民の権利義務の規定も同じようにね皇族に適用されるということになると思うんですよね。となると憲法14条1項の法の下の平等の規定も適用されるということになってね、皇族とね、一般庶民がね平等だということになるてしまうんですよね。それならばみんなね公費で33億円の家をね建ててもらえるのかっていう話になるんですね。またね、みんな公費からね毎年ね、1,000万円がねもらえるのかって言ったらね、いう話になるんですよね。当然もらえないですよね。それが当然。なぜなら皇族には憲法14条1項は適用されないからっていうね、思うんですよね。だから私はその憲法第3章の国民の権利義務に関するずらっとある条文は皇室の中の方たち以外の庶民に適用される規定だと思ってるんですよね。で皇室と庶民は違うという、皇族方とね、庶民は違うというね。で皇族には、特別の立場がある。その立場には高貴なものとしての重い義務が伴っているっていうね、そういうここら辺のね事情を心得ていていただきたかったなと思います。その眞子内親王殿下に憲法24条1項がどうたらとか言われて、それはそうだなという感じではなく、そうではないとね、おっしゃっていただきたかったなと思うんですよね。でその私がね、考える、皇族のあるべき心得ですよね。だから皇族には重い特別な立場があるっていう心得と、秋篠宮殿下の憲法24条1項は皇族に適用されるというね、心得は違っているんですよね。秋篠宮殿下はですね、昭和40年生まれなんですよね。終戦の20年後になります。日本の社会がね、自由だとかね、自由最高みたいな形でやっているところなんですよね。でちょうど昭和48年に神田川がね発売されたんですよね。でその翌年昭和49年に名残雪がね発売されたっていうそんな時代なんですよね。でベトナム戦争が昭和40年に始まって昭和50年に終わってるんですよね。だからフォークソングには反戦とかね反権力とかいうね、空気がねあったんですよね。そういう時代の空気を吸いながらね、育たれたことになると思います。で冷戦の時代ですからね、そういう冷戦という現実が社会に大きな矛盾感をもたらした。だからこの社会この世界は矛盾しているっていうね感覚をもたらしたと思うんですよね。そういう巨大なね現実から逃れようとしてふざけすぎた季節もあっただろうと思います。で好き放題するのが自由だという風潮もあって秋篠宮殿下はそれを内面化されたんじゃないかなと思うんですよね。でそういう内面化された感覚が秋篠宮殿下のこれまでの生き方と冒頭取り上げたご発言に表れていると思います。でその感覚が眞子内親王殿下に受け継がれて、この度の小室圭氏問題にを引き起こしたんじゃないかなと思います。今年もね、秋篠宮殿下記者会見をされるということで、今年の会見では、結婚を認めない、当然結納の儀も認めないっていうふうにね、おっしゃっていただくとありがたいなと思います。ではご視聴ありがとうございました。